台湾の軍事力解説シリーズ2026の海軍編です。2021年時点では、年代物の骨董品を使い続けることを余儀なくされていた台湾海軍ですが、中国に配慮する欧米に見切りをつけて、自国建造を加速させた結果、現時点でどのような艦艇をどれだけ保有しているのか、2021年との比較で解説します。4隻保有しているキールン級駆逐艦は、退役した米キッド級の払い下げで、中国への配慮から引き渡しを見送った、イージス艦の代わりとして売却されたものです。本級はすでに米国での建造後45年ほどが経過しており、かなりの老朽艦ですが、中国の軍事演習の対応などで、2025年も稼働しているので、まだ動ける状態にはあるようです。未だに退役するとの噂はありませんが、とはいえ今後も大規模改修の予定もなく、いつまで使い続けるのかはちょっと不明。続いてフリゲートですが、現時点では成功級、皇帝級、採用級という3艦種を運用しています。成功級フリゲートは、米国のオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートに改良を加えたものを、台湾でライセンス生産したフリゲートで、計10隻を保有しており、数の上での主力艦となっています。原型となったオリバー・ハザード・ペリー級フリゲート自体は、初期の建造から45年ほどが経過していますが、本級は1990年代以降に新規建造されたものなので、艦齢自体は20年ちょっとと、まだまだ現役バリバリです。ただし、10隻のうちの2隻は、追加で米国から購入したオリバー・ハザード・ペリー級なので、それらについては、建造から40年ほど経過した老朽艦となります。本級は、前述のキールン級駆逐艦とともに、対空ミサイルの運用能力を持っており、台湾海軍の防空の要となってはいますが、両艦ともに VLS の搭載はなく、一昔前の連装または単装のミサイル発射機を装備するため、その能力は現代では限定的です。皇帝級フリゲートは、仏海軍のステルス艦であるラファイエット級をベースに、台湾向けに建造されたタイプで、もともとは対戦能力を持たないラファイエットに、潜水艦を探知するためのソナーと魚雷を装備するなどの変更が施されています。例に漏れず本級についても建造後30年ほどが経過していますが、現在性能向上プログラムを実行中で、念願の VLS を搭載するなどの改修が予定され、2030年まで毎年1隻のペースでアップデートするようなので、2030年以降も余裕で使い続ける予定、ということになりますね。で、老朽化が著しい台湾海軍の艦艇の中でも、最も深刻なのが採用級フリゲートです。これは、米国のノックス級を購入し改良したもので、電子装備についても改良してはいるものの、米国で建造されてから50年以上も経過しており、さすがに限界が来ています。当初8隻が運用されていた本級ですが、2021年時点ではすでに6隻となり、さらに2025年にもう1隻が退役し、現在では5隻まで数を減らしており、後述する新型の軽フリゲートの収益をもって、本級の廃止が決まっています。軽フリゲート計画とは、台湾における新型フリゲートの開発プログラムで、2026年中の進水を目指して現在2隻が建造中で、最終的には12隻を建造する予定です。その大きさは満載3000トンと、ラファイエット級より多少小さいサイズ艦ですが、武装については、台湾の新造艦で初の VLS を搭載する予定となっており、そこには国産の対空ミサイル、海剣2型を装備することから、VLS についても国産のものを採用する予定となっています。VLS のセル数は8セルで、対空ミサイル、海剣2型は1セルあたり4発搭載可能なので、全32発を装填することが可能です。まあアメリカでいうところの ESSM のような股間防空ミサイル、ということになりますね。その他にも、
台湾自慢の対艦ミサイルである雄風2型や雄風3型を、数十発単位で搭載可能とする予定です。また、本型の対戦型には A 公式ソナーも搭載予定なので、ある程度マルチに対応できるフリゲートを狙っているものと思われます。打高級コルベットは、台湾が独自に開発したコルベットで、2021年当時は、その一番艦が試験艦として就役したばかりでした。その船体は安定性の高い総動船型となっており、台湾海峡などの荒れた海や、長時間の洋上任務にも耐えられる設計で、大型艦の一部の任務を代行することを目的としましたが、本型はコルベットとは呼ばれるものの、メインの武装は前述した雄風2型や雄風3型などの対艦ミサイルであり、実質的には、ミサイル艇、という性格が強い艦艇です。艦の特徴としては、レーダーの検出を避けるために、レーダー反射断面積を小さくするなど、とにかく見つからないことを重視して開発されたため、実際のところは、レーダーで捉えにくい沿岸域での作戦を前提とし、有事の際に迫り来る中国軍の艦艇に対して対艦ミサイルで撃退する、という役割が主となります。また、本型がただのミサイル艇ではなくコルベットと言われるゆえんは防空能力で、シウスであるファランクスを後部構造物の上部に搭載するのに加えて、量産型の2番艦以降では、対空ミサイル、海剣2型も搭載するなど、最低限の互換防空能力を持っている点です。ということで、本型の役割は台湾にとって割と重要ですが、2015年に一番艦試験艦の収益の後、浮力不足などの重大な設計欠陥が判明し、その回収に時間がかかったことから、2番艦以降の量産型の建造が遅れていました。それでもなんとか現時点で7隻が収益し、残りの5隻も2026年中に進水予定であり、全12隻が戦力化されることとなっています。高火力型ミサイル艇は、2000年代に稼働を始めた比較的新しいミサイル艇で、1980年代に購入した、全級のミサイル艇50隻を代替する目的で建造されました。本型は他国のミサイル艇と比べても小型ですが、4発の雄風2型対艦ミサイルを搭載可能で、搭載量などは他国の同型艦種と遜色ないレベルとなっています。一番低かつ試作用であった1隻が2025年に退役したことから、その数は31隻から30隻になったものの、純粋なミサイル艇としては、今後も主戦力として運用されていくものと思います。海鯤級潜水艦は、台湾が悲願の国産化を目指して開発した潜水艦で、現時点でなんとか一番艦を浸水させ、試験真っ最中の状況です。この潜水艦は、日本の大芸型などと同じディーゼルエレクトリック方式が採用され、水上ではディーゼルエンジンを動力源とする一方、潜航中は寿命の長いリチウムイオン電池で駆動し、静粛性が高い電気モーターを使用する方式です。台湾がこのような潜水艦の建造に乗り出すのは初めてで、自国建造の難易度は高く、欧米の複数国の支援を受けて建造することが公表されていました。本型の一番艦には約1800億円の予算が充てられ、2024年に浸水して年内に港湾内での試験を終え、2025年の早々に海上試験に移行する予定でしたが、そのスケジュールに遅れが発生しています。現時点では海上試験に移行し、先行試験が実施されていますが、これはあくまで先進度での試験にとどまっているので、戦力化されるにはもうしばらくかかりそうな印象。本型は全8隻の建造を予定しており、すべてが戦力化されるのは2030年以降になるとされていましたが、現在の1番艦の状況を見ると、2番艦以降の量産を始めるにはもう数年かかりそうな感じなので、2040年代まで食い込む可能性も普通にありそう。海流級潜水艦は、オランダ海軍で1995年に全艦退役したズバールトフィス級潜水艦の改良型で、当初は6隻の購入を予定していましたが、
中国の圧力によって取得できたのは2隻のみとなりました。この2隻も艦齢40年を超える老朽艦ですが、魚雷に加えて潜水艦発射用の対艦ミサイルである UGM84 ハープーンの搭載が可能なように改修され、原型よりは幾分能力が向上しており、現在もなお、台湾海軍の虎の子の潜水艦として運用されています。ただし、この貴重な2隻のうちの1隻が2023年に事故を起こし、修復が必要なレベルの損害を受けたことから、ドック入りしたのは間違いないですが、その後、運用可能な状態まで復活したのかどうかが不明。よって、最悪の場合稼働できるのは1隻のみということになりますが、その1隻については、2024年に戦闘システムの性能向上とその試験がなされているため、今後も使う気満々ということになりますね。カビ級潜水艦は、米海軍の潜水艦で、第二次大戦でも使われた、天地級潜水艦に改良を加えたバージョンを台湾が購入したものです。その1隻目は1962年にサンフランシスコでオーバーホールされ、翌年に台湾へ引き渡されました。ということで、本級は初期の建造からすでに70年以上を経過しており、もしかすると、稼働する現役の潜水艦として世界最古かもしれません。2021年の時点でもすでに実戦配備は難しく、主に訓練用に使われていましたが、現在ではまともなメンテナンスも難しく、外洋訓練にも耐えられないとの情報もあり、実質的には、練習艦としても退役したに等しい状況かと推測されます。玉山級揚陸艦は、台湾が国産した初めてのドック型揚陸艦であるとともに、満載排水量は1万トン以上で、台湾海軍最大の艦艇です。2021年時点では、ちょうど本型が浸水したところでしたが、その後2023年に正式就役しました。サイズ感としては全長153メートル、全幅23メートルと、海事の大隅型よりわずかに小さい程度ですが、収容兵員数は約500名。船体後部の飛行甲板にはヘリコプター2機が駐機でき、艦内にはウェルドックを有していることから、水陸両用車、AAV7 が8両と、小型上陸舟艇の搭載能力があり、各種揚陸艇の発進、収容が可能です。とまあその能力はさておき、本型の一番の問題は、最大で4隻を建造予定だったのに対して、1番艦の建造以降、2番艦の建造を開始した気配が全くなかったこと。通常は、1番艦の就役後、特に問題がなければ1年後2年後には姉妹艦も就役しますが、本級に関しては2023年に1番艦が就役しているのに、追加建造の動きがありませんでした。ただ、2026年に入ってやっと後続艦の話があり、2028年までには2番艦を建造する、とのことです。1番艦に技術的な問題があったのかどうかはわかりませんが、ここのところ台湾では艦艇の国産化を推し進めているので、造船業界のキャパの問題や、コスト上昇による影響があったのはまず間違いないでしょう。台湾海軍では、この他にも米海軍のアンカレッジ級の払い下げである玉海級ドック揚陸艦や、戦車揚陸艦、上陸用舟艇も多少保有していますが、それらはどれも米軍でかなり前に退役したものであり、なんなら第二次大戦で使われた揚陸艦すら存在しているので、台湾海軍の近代化への道のりは、まだまだ長く険しい、といったところでしょう。よろしければ、ハイプ、いいね、チャンネル登録、をしていただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。